どうも、日本語で喋りましょうの角と、木村です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日はね、アルバイトについて話したいと思います。はい。で、まずアルバイトとは何かっていうと、高校生とか大学生とか、若いフリーターの人とかがお金を稼ぐために空いた時間に、仕事をすることなんだけど、略してバイトとも言うよね。そうね。うん。ちなみにさ、アルバイトってさ、日本語じゃなくて外来語なんだけど、もともと何語か知ってる？え英語じゃないのはわかるんだけど、うん。じゃないとしたら、フランス語とか。ああ、惜しいね。フランス語じゃなくてね、実はこれドイツ語らしいよ。ドイツ語。そうそうそう。これ結構日本人でえもほとんどの人知らないんじゃないかな。いや、これ初耳だわ。アルバイト。うん。じゃあドイツでは何アルバイトって言うんだ。あ、そうそうそそう。なんかね、日本語だとさ、全部カタカナだからさ、外国語なのはそうね。わかるけど、どこの国の言葉かわかんないもんね。わかんないよね。うん。うん。しかもさ、同じアルバイトでもさ、主婦の人たちがさ、するアルバイトのことはさ、パートって呼ばれるじゃん。あ、言うね。うん。パートさんとかって言われてたりとかするけど、うそうそん。う。うん。でもあれもね、実はアルバイトとね、法律上は何にも違いはないらしい。なんだろう、アルバイトって呼ばれたくないのかなみたいな。わかんないけそれど。はあるかもね。うん。多分主婦の人大体、子育てとか家事で忙しい中、その空いた時間で仕事をしてるからパートっていう合こと間を縫って。なんじゃないかな。ああ、なるうん。ほどね。うん。そう。で、今日はね、そのアルバイトについて話していくんだけど、まずはね、自うんうん。分たちのバイト経験について話していきたいと思います。はい。で、木村はアルバイトしたことある？あるね。うん。初めてやったアルバイトはどんなやつだった？初めてのアルバイトは、うん。派遣の仕事。あ、そう。うんうん。うんうん。派遣っあ、てなんか、毎日仕事があるっていう感じじゃなくて、うん。ウェブサイトに自分のうん。年齢とかさ、いろいろうん。登録して、あうんうるそん。の大きいイベントだったり、その日だけ手伝うみたいななるほ感じ？どね。基本的にはだから短期で人が必要な時に、なんかヘルプで行く仕事みたいな。そう。なるほどね、なるほどね。ちなみにその時のさ、派遣のさ、時給はいくらだったの？それがね、夜勤っていうのもあって、うん。結構良かったと思う。1500円とかだったんじゃないかな。お、1時間1500円。そう。夜勤だからね。あ、そうかそうか。だから普通より高いのか。そう。なるほどね、なるほどね。派遣以外ではさ、どんなバイトをしたことある？アメリカンフットボールショップああ、ああ。のショップ店員やってたことあるね。なるほどね、なるほどね。時給はどのぐらいだったの？その時は、900円ちょっととかあったんじゃないかな。うん。うんうんうん。なるほどね。大体そのぐらい、今はどのぐらい高くなってんのかわかんないけど、俺らがね、大学生の時とかはそんぐらいの時給が、平均的な時給だったかな。そうね。うんうんうん。なるほどね。ちなみにそのアメリカンフットうん。ボールショップと派遣の仕事とさ、どれが一番良かった？時給もそうだし、仕事内容も含めて。アメリカンフットボールショップが一番良かったね。あ、そう。そうん。れなんで？まあ、もともと、その大学、俺アメフト部入ってたからさ、アメリカンフットボール部うん。入ってて、そこの、で、コーチ前やってた人が経営してるお店だったし、知ってる人のうん。もとでやれるから、やりやすかったのと、うん。あとはちっちゃいお店だったから、結構いろんなことやらせてもらったから面白かったね。
なるほどね。売るだけじゃなくていろんな仕事をさせてもらえたんだね。そうね。う確かん。に同じことばっかりやってたら飽きちゃうけど、そういうね、いろんな仕事できるとね、楽しいかもね。そう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 。ちなみに俺のね、バイト経験はね、うん。俺も木村と同じで派遣やったことあるんだけど、派遣のうん。他でやってたのが、ずーっと大学生活通して、ジムでアルバイトした。スポーツジムで。ああ、なるほどね。うん。で、時給もね、木村と同じぐらいかな。多分、900円前後だったと思はい。なるほどね。う。うん。まあ、そんぐらいだよね。そうね。まあ、大学生のバイトって言ったらね、もう夜勤とかだったらまた別だけど、大体そんぐらいかな。そうだよね。夜勤は結構うん。大変だからね。うん。そうね。もちろん地域にもよるけど、俺と木村が住んでた神奈川県でもね、そんぐらいだよね。東京がまあ一番高いと思うけど、そうそうそう。で、まあ田舎に行ったらもっと安いしね、みたいなね。そうね。うん。で、まあ今、ちょっとそれぞれのバイト経験について話したんだけど、今度はね、今の大学生に人気のバイトランキングってのをちょっと見ながら話したいと思います。はい。で、まず一番人気のね、バイトがね、カフェとか喫茶店のバイト。うーん。これはなんかもう想像つくよね。人気なんだろうもうなっていう。想像つく。うん。やってみたいと思う？うん、まあ、俺が大学生だったらね、やってみたいと思うわ。うん。なんかおしゃれでね、かっこいいよね。そうね、なんかあんまり、なんか、忙しい感じもしないし、うん。なんかいい雰囲気でできるんじゃないかなみたいな。そうだよね。で、人気の理由が何個かあってね、たくさん大学生がこのバイトやってるからね、友達が作りやすいっていうのと、うんうんうん。あとやっぱりカフェって朝多いからさ、まあ朝バイトして、その後大学のクラス行ってっていうこの生活のルーティンが作りやすいみたい。なるほどね。授業を受けて夜バイトだと、ね、ちょっと次の日学校行くの大変になっちゃうかもしれないしね。そうそうそう。だからそういう人にとってはいい。けど、やっぱりね、カフェっていろんなメニューがあるからさ、覚えることがそうね。多くて、そこは大変みたいだけどね。そうね、そうね。うん。うん。で、ちなみにね、次。2位の人気のバイトはね、塾講師のバイト。うーん、なるほど。うん。人気の理由はね、塾講師って時給が高いらしくてね。うん、はそれが良いはいはい。くて。で、しかも、学生がさ、お客さんだからさ、なんか自分も大学生でさ、なんか後輩と接してるみたいな感じで、そこの交流が楽しかったり、で、うんうん自分が教うん。えて、学生がどんどん勉強をなんか覚えていって、成績が上がっていったりするのを見て、やりがいを感じられるところとかね。なるほど。うんうん。確かにね。でもやっぱり、デメリットもちょっとあってね、結構日本ってさ、受験が大事だからさ、うんうんそのうん。自分が教えた生徒の結果が絶対出なきゃいけないっていうプレッシャーがあるから、そこはちょっとね、気持ち的に大変らしい。ああ、なるほど。すごいね。バイトでもそこまで感じるっていうのがすごいよね。そうだよね。けどやっぱり受験のね、プレッシャーっていうのは、先生も学生もみんな感じてるみたいだね。なるほど。すごいな。ああ。で、次、3位に人気なバイトがね、アパレルのバイト。服屋さん。うん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 。うん。で、人気の理由は、結構髪の色とかさ、ネイルとかさ、自由なところが多いから、特に大学生さ、やっぱり髪色変えたり、なんか服装自由にしたりしたい人が多いから、そういう人はうんうん。このアルバイトするみたい。なるほどね。うんうん。うん。でしかも結構おまあ、客さんもいろいろ来るからさ、結構コミュニそうね。ケーション能力のね、向上にもつながるっていう。もうそこだよね。コミュニケーション能力に長けてないと、まあ、うん。やりたいとも多分思わないだろうし、やっねても、もうすぐ、自分に向いてないとかって分かっちゃうかもしれないなって思う。え。うんうん。本当だよね。自分でできると思う。このアパレルのバイト。アメリカンフットボールショップって、要はアパレルっていうかさ、練習着とうんうん。かも売ってたから、うん。そう、ちょっと似たところは感じるんだけど、うん。もっとなんか、アパレルショップっていろんなジャンルの服とかを取り扱ってると思うし、
うん。あの、必ずしも自分のスタイルと同じスタイルのお客さんだけが来るわけじゃないから、その人たうん。ちに提案するのって結構もう難しいところ。コミュ力以外もね、そのセンスがあるの必要なのかなと思うよね。そうね。自分の好きなスタイル以外も知らないといけないからね。そうそうそう。その、だから流行とかも、知ってないといけないだろうしさ。うんうんうん。確かにそこら辺は難しそうだね。そう感じるね、なんか。まあでもうん。それで多分自分もきっとおしゃれになっていくと思うんだよね。自分の意識も高くなるだろうし、確かに。それはうん。いいなと思うけどね。確かに確かに。ちょっとね、最初は大変そうだけど、やり始めたら楽しいかもね。で、他にもね、人気のバイトはね、スーパーのアルバイトとかね、あとははい。遊園地とか映画館とか本屋のアルバイトとかは人気みたい。ああ、なるほどね。うん。まあ、いろんなアルバイトがあってさ、まあ、もうん、ちろんトップ3のバイトとか結構面白そうだなと思ったけどさ、もううん。すべてのアルバイト含めてさ、またアルバイトするってなったらさ、どれやりたい？結構大きいね。うん。そうね。俺映画館とか、なんかそれで、無料で映画も見れるみたいうん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 。な。だったらちょっとや確かに。りたいかな。確かにね。うん。うん。けどさ、もうずっと同じ映画やってるからさ、途中で飽きちゃうかもしれないね。俺はね、そうね、猫カフェのアルバイトやってみたいかな。猫カフェ。そうそう、今ほん猫うちに飼と。ってるのもあるからさ、ううんうんうん、やっぱん。り、その、猫カフェじゃなくてもいいんだけど、そのバイトの空間に猫がいたらさ、癒されそうだなって思った。あ、そう。なるほうん。どね。うん、時々さ、日本の会社でさ、オフィスにさ、まあ、犬がいたり猫がいたりする会社とかってあるじゃん。うんうんうん。やっぱりね、その動物、猫、犬がいるだけでね、その仕事のストレスはだいぶ軽減されると思そうねそうね。わかう。うん。るわ。ちょっとね、お尻とか触って、もふもふしてそれそうそうだけでそうそう。もかなりストレスが軽減されるだろうからね。じゃあ、そうなの、もし猫カフェだったらそういうのがもう日常茶飯っていうか、うん。もう、うん。まあ、いろんなアルバイトがあってね。ね、ちょっと面白そうだけど、もしね、留学とかでね、日本でアルバイトをする機会があるって人はね、今日のポッドキャストをぜひ参考にしてみてください。はい。ということで今日はアルバイトについて話してみました。皆さんの国ではどんなアルバイトが人気ですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。